科学者たちが今頭を抱えているある謎の天体があるんです。 3i アトラス。今日はですね、このどうにも説明がつかない天体の正体に皆さんと一緒に迫っていきたいと思います。さて、私たちの太陽系に遥か遠い星の彼方からいわばお客さんがやってきたんです。でもね、この訪問者どうもただものじゃないみたいなんですよ。一体その正体は何なんでしょうか。ここからが本題なんですけどね。この 3i-ATLS という天体、物理法則通りならこう動くはずだっていう計算されたルートからなぜかどんどん外れていってるんです。これ今の科学では全く説明がつかないとんでもない謎なんですよ。では最初のセクション、異常です。この天体が一体どんなルール破りをしているのか、その奇妙な振る舞いを一つずつ見ていきましょうか。まず最初に観測された兆候からしてもう普通じゃないんですよ。なんと猛毒のガスをまき散らしていることが分かって、これには NASA 関連の機関も大慌てで緊急で探査機を打ち上げるっていう前代未聞の事態になったんです。そして何より決定的だったのがその動きでした。こちらがその証拠のデータです。予測された位置と実際に観測された位置、見てください。なんと110万 km もずれてるんですよ。これってまるで誰かが見えない手で横からそっと押してるみたいに、何か奇妙な力が働いているってことなんです。普通の重力だけじゃ全く説明がつかない動きなんですね。さて、セクション2、調査官。このわけのわからない状況にちょっと待ったと真っ向から声を上げた人物がいます。ハーバード大学の著名な天文学者アビー・ローブ教授です。彼が鳴らす結晶、ちょっと耳を傾けてみましょう。なぜこのローブ教授の言葉が重要なのか。彼の経歴を見れば一目瞭然です。ハーバード大学の天文学部長の長年務めて、大統領の科学アドバイザーまでやっていた人、つまり天体物理学の世界ではトップ中のトップ、権威そのものなんです。そんな彼がこの問題に本気で向き合ってるんですよ。そして彼がこのアトラスの異常に対して発したのがこの強烈な警告です。これはブラックスワン事象になるかもしれない。これ、私たちの未来にとんでもない影響があるかもしれないっていうことを示唆してるんです。ブラックスワン事象っていうのは、例えばインターネットの登場とか世界的な金融危機とか、誰もそんなこと起きるなんて思ってなかったのに起きてみたら世の中が根底からひっくり返っちゃうみたいな出来事のことです。ローブ教授は ATLS がそれくらいのインパクトを持つ可能性があるって言ってるわけです。セクション3、証拠。じゃあローブ教授がアトラスをただの天体じゃないって考えるその根拠は一体何なんでしょうか。彼が指摘している決定的な8の異常、これを一つずつ見ていきましょう。これら8つの手がかり一つ一つがもう本当に奇妙なんです。例えば軌道、まるで誰かが計算したみたいに太陽系の惑星の通り道にぴったり合ってたり、普通は太陽の反対側に出るはずのジェットがなぜか太陽に向かって伸びてたり、さらに工業製品とかで使うようなニッケルを大量に放出してるのに水星なら絶対あるはずの水がほとんどない。そして極めつけはこれが1977年に受信されたあの有名な地球外からのメッセージじゃないかって言われてるワウシグナルと全く同じ方向からやってきてるってことなんです。いやー、これはさすがに鳥肌が立ちますよね。セクション4、エイリアン仮説。これだけ異常な証拠が積み重なってくると、ローブ教授は科学界にものすごい衝撃を与える非常に挑発的な結論を導き出しました。彼の結論はもうストレートです。 3i アトラスは技術的な人工物で、しかも知性を持っている。つまりこれエイリアンが作った知的な探査機である可能性を彼は巧妙に主張してるんですよ。彼はこの状況をブラインドデートに例えてるんですね。会ってみたら素敵な相手かもしれないけど、最悪連続殺人鬼かもしれないじゃないかと。つまり ATLS が私たちの文明レベルを探るために送り込まれた一種のトロイの肝かもしれないっていうリスクも本気で考えるべきだって警告してるんです。なんでローブ教授がそんな大胆な仮説を立てるのかっていうと、その背景に彼の独特な宇宙観があるんです。普通は生命の祖って偶然宇宙を漂って地球に来たって考えられてますよね。でも彼は指向性パンスペルミア説、つまりどこかのすごく進んだ知的文明が意図的に生命の種を宇宙にばらまいてるんじゃないかと考えてるんです。この考え方があるからこそ ATLS を特別な存在として見ているわけですね。セクション5、もう一つの視点。さて、ローブ教授が考える物理的な宇宙船とは全く違うもう一つかなり型破りな説をご紹介しましょう。これ驚くことに機密解除された FBI の公式文書に書かれていたものなんです。この1966年の FBI 文書に本当に驚くようなことが書いてあるんです。UFO の乗員は
私たちが知るような物理的な星から来るんじゃなくて、私たちと重なり合って存在する別次元の世界からやってくると。そして自分の意のままに私たちの世界に姿を現したり、跡形なく消えたりできるっていうんですよ。こうして並べてみると、2つの考え方の違いは明らかですよね。片やハーバードの天文学者が物理的な証拠に基づいて立てた宇宙船っていう仮説、もう一方は FBI の文書が示唆する次元を超えた非物理的な存在。アトラスの謎を解く鍵は果たしてどっちの方向にあるんでしょうか。最後のセクションです。残された最大の謎。まあいろんな仮説が飛び交う中で、私たちは結局この一番大事な問いに立ち返るわけです。3i アトラスの本当の姿っていうのは一体何なのでしょうか。この 3IA-ATLS、単に私たちがまだ知らない物理法則に従っているちょっと変わった彗星なんでしょうか。それともローブ教授が警告するように何か知的な目的を持った訪問者なのか、あるいは FBI の文書が示唆するような私たちの常識をはるかに超えた存在なのかもしれません。確かな答えはまだ誰も持っていないんです。この壮大な宇宙の謎についてあなたはどう考えますか。